すいません、よろしくお願いします。お願いします。このレガシーずっとやりたかったんですけど、なかなか結構ノーマルで乗ってる方も多いなっていう印象なんですけど、そうですね。周りの人でもここまでやってる人もあまりいないかなっていうのはあると思うんですが、これスバルの BB5、今でいう、レボーグとかちょっと前では XC ガとかのモデルだと思うんですけど、なんか印象としてはやっぱり DG 型と BH、水平対向をドロドロ鳴らしながらだいたい9割の BG とかマフラー変わってるみたいな、そんなイメージなんですけど、これは BP なんですよね。これは BP です。でいろんなモデルグレードがあって、2リッター NA、2リッターターボ、2.5 リッターの NA、3リッター NA。そうですね。はい。でオーナーさん的にはほぼほぼ今まで乗ってきた感じなんですよね。まあぼちぼち。ぼちぼち。今何代目でしたっけこれ。これが4代目。4代目なかなかレガシー系で4台乗り継いでる人もなかなかいないかなと思うんですけど、そうですね。まずレガシーワゴンといえば、やっぱりこの後ろの長い流線形のデザインもかっこいいんですけど、このフロントバンパーとかはねかなりスポーティーで B4 とかとあんまり変わらない感じなんですか？そうですね、一緒ですね。スペック B っていうグレードの純正バンパーがこれになりますね。リップとかはちょっと STI のそうですね、オプションですね。オプションが入ってるんですね。だからもうこういう車ってリップだけちょっとついててもめちゃくちゃかっこいいっすよね。もう、そうなんですよね。ナンバーフレームのところは穴埋めをしてあって、でなんかこの辺の開口口とかちょっと開けてあるんですね。そうですね。支柱があるんそれは撤去しちゃって、もうこの辺はシンプルにかつなかなか飛び石がやる気あるなっていうもうやっぱ仕方ないっすよね。仕方ないです。あと顔もこうちょっとベトっとこうね面積が大きいとどうしてもこんな感じになっちゃいますよね。そうなんですよね。あとこれヘッドライトがまず BP 型でこんなに綺麗な人もあんまり最近いないなと思うんですけど、これ車外なんですか？これはもうヤフオクに出てたやつなんですけど。あ、ヤフオクに出てるやつなんだ。ワンオフ加工みたいな。いや、インナーを黒に塗られてるだけです。そうなんですね。そうです。こんなデザインなんですね、ここってね。そうなんです。かっこいいですね。だいたいもう極みとバキバキ、あともうクリアガサガサみたいなイメージなんで、ヘッドライトが綺麗なだけですげえ新しい車に見えるというか。そうなんですよね。やっぱどうしてもそういう個体多いんで、ヘッドライト変えるだけでもこうパッと見の印象が変わりますよね。この辺で新品ってまだ出るんですか？一応出ます。出るんですね。出ますけど、めっちゃ高いです。やっぱり高い。はい。最近だとこのレンズだけどっかの誰かが作って割と格安でヤフオクとかに流してるみたいですけど。なるほどなるほど。それだけあるだけでもいいですよね。あるだけいいです。なかなかこういうのもうユニットごと変えると本当高いんで。あとこの特徴的なバリスのボンネット、やっぱりかっこいいっすよね。バリスのボンネットね、でかい。あとこのダクトも、ここは純正なんですか？いや、それは別でどこのメーカーだったかちょっと今パッて出てこないですけどでもなんか多分もう貴重なやつなんですよね、これもね。コラゾンだったかなのビッグバルジだったか。じゃちょっとでかいですか、純正よりは？そうなんですよ。そうなんだ。これなかなか純正をまじまじ見たことがなかったんで、まあまあでかくなってそうなんですね。でここのダクトはバリスのダクトになってて、前のオーナーこれ多分キャッチつけてたんですかね、これね。キャッチつけてたんですよ。つけようと思ったんですけど、結局今何もできてなくて。これ実はまだ買ってから3ヶ月で、3ヶ月でまあ2ヶ月ぐらいでとりあえず車検からスタートして色を塗ってフェンダーつけてみたいなことはまあ細々とダーッとやった感じです。結構もうある程度こことここやればいいなってところは目星がついてる感じなんですか？そうなんですよね。もうさすがにこんだけ乗ってれば4台も乗ればね、もう何入れればかっこよくなるか分かるんで。そうですよね。であとこのフェンダーが結構貴重な、これどこメーカーでしたっけ？フェンダーリストでしたっけ？フェンダーリストですね。かっこいい。結構やっぱ出てますね。これだって普通のレガシーって1740でしたっけ？1740です。1740にもかかわらずかなりワイド化されてるんで、でもなんか前から見たらそんな違和感ないですね。そうなんですよね、純正でこれぐらいの幅あったのかなみたいな。合ってても全然違和感ないというか、ワイドしてないですよね。ですね。ここら辺はちょっと GT マシンみたいな感じの見た目でかっこよくて、その辺はちょっと加工したんですけど。そうなんですか？もともとはもうただ壁になってたんで。なるほど。ちょっとやぼったいなと思い。確かにこれ開けてる方がかっこいいですね。でこれが50ミリワイド、片側50ミリですね。片側50なんで両方で100、全幅は1840とかそんなもんです、ね。そうです。今の車ぐらいの車幅数で、ホイールがまたこのかっこいい円形の RS05WR、 こんな塗装ないなと思って見てたら、これなんとポリッシュ加工してあるんですか？これフルブラッシュドブラッシュド加工してあるので、クリア塗ってあるんですよね、多分。そうです。パウダークリア仕上げ。
かっこいい。結構円形さんのホイールってシルバーとかなんかグレーとか、結構シンプルな色多いじゃないですか。ひときわ目立ってるなと思ったらこの多分クリア感というかこのブラッシュドな感じが多分全然ね印象変わってて。そうなんですよ。 J 数が 10J でしたっけこれ。 10J のプラス22、これ多分 PCD100 ってこんな深いホイールないじゃないですかこれ。はいはいはい。それもちゃんと PCD 変換で今は対応してるけど将来的にはアームごといっちゃいますよという公言をさっきいただいており、 GRB のナックルとはいロアアームと、うんあと車庫調のブラケットをブラケット全部 GRB 用に変えればは1143ができるんですよ、まあ、あとはドラ車とかもあるんですけどその辺はちょっとあれですまあニコイチしないといけないんですよねドラ車は。まあそうですよね。であとここのブレンボがこれ僕も最初からついてるのかなと思ったら実はこれも違うんですよね。そうなんですよ。これこれはははいチューンドバイ STI っていうグレードのブレンボブレーキですね。もともとは片押しなんでこの車は。そうなんです。この2リッターターボで片押しなんですね実は。そうなんです。で後ろもちょっと違うと。後ろもそのブレンボが入っててローターだけ台形化されててかなりそうです。大きい感じなんですね。後ろ後ろもバルの330ミリ、 330あるんですねこれ。確かにでもこれぐらいあるとホイールに負けてないですねローターも。そうなんですよね。それなりに効いてはくれるので。後ろもこれよく見るとフェンダーが張り付いてるっていう。でも全然違和感ないですね。なんかもっとゴテゴテになるのかなと思ったら、この車自体が結構柔らかいデザインなんで、こういったそんなカクカクもしてないからそんな目立たないですね。これも50ミリぐらいですか。それも50ミリですね。この辺も全然余裕で開けられるんですか。全然余裕ですね。無干渉。もう後ろはやっぱりこのレガシーのかっこよさ出てるよな。かっこいい。僕も調べたら全長そんなに別に長くもないですね。そうなんですよ。地味に4700とか意外にコンパクトだなっていうか普通に走れる。なんか後ろがちょっと長くなっただけのインプレッサみたいなイメージだなと思ってて、全然取り回しはしやすいですね。ですね、いいですね。このサイズ感がやっぱ人気なんだろうな。あとテールが US？ 後期の US テールですね、テール変わるだけで結構シンプルな感じになるのとちょっと車種不明感が出ていいですね。やっぱ単純にどうしても紅白テールが欲しかったんですよ。はいはいはい。でも社外品でも出てないんですよ。あ、ないんですか。社外も全然ただの紅白っていうのが全然なくて、変なデザインであったりLED つぶつぶだったりそういうのがあんまりこう好みではないんで、はいはいはい、これだと純正ですしね。そうなんですよ。でここのガーニーもガーニッシュっていうんですかね。ここはね。そうですね。この辺もウイング形状になってて前期の純正オプションのリアガーニッシュ。これ貼り付けタイプなんですね。そうですね。交換というよりかはもうここにベタって貼る感じの。そうですそうです。へえ、かっこいい。でも僕これ新車で出た時に近所に泊まってていつも思ってたのがなんでこれ片側だけ LED なんだろうなって言ってた。これ何なんですかこれは。こっちがバックライト。そっちがバックライトでこれ何なんですか。こっちはリアフォグです。リアフォグを LED にしたんですね逆に。そういうことか。どっちも LED でいいんじゃないかなとかいつも思ってたんですけど、そういうことなんだ。一応一番下のクソみたいなクソみたいな言っちゃダメですね。低グレードだとリアフォグの設定がないんで、あ、そうなんだ。2灯になるんですよバックランプが。なるほど、こっちとこっちになるんですね。あ、逆にそれは統一感あってそれはそれでかっこいいかもしれないですね。結構そうしてる人も多いです。わざと。そういうやり方もあるんですね。そうなんですよ。面白い。あともうこのガーニッシュをつける時点でエンブレムは外れちゃうんですか。一応本来はここにエンブレム用の専用のスムージングしちゃおう。もうスムージング。あ、なるほど。埋めてあるんですねここもね。そうなんですよ。はいはいはい。あとはもうリアアンダーとかちょっとついてるんですかこれは。そうですね。これも STI とか。これはデルタスピードってところのアンダーフラップ。フロントのSTI のやつと出幅があんまり変わらないんで今回つけるか迷ってたんですけど、まあ結果的につけてよかったなと。何台も乗り継いでるとまあここの要点を抑えればどうせかっこよくなるなっていうのがすげえ分かりやすいですね。あとマフラーはどんな感じなんですか。純正マニで HKS のメタキャタ柿本センターをストレート化したもので、リアピが HKS のサイレントハイパワー。おー、だいぶ静かですね。回したらいい音はするけど、まあ、そこまでかなりでかい音ではないって感じですね。隣同士で走ってても多分こっちの車の音は聞こえないんじゃないかな。ああ、そんなレベルですか。ウイングがちょっとついてるんですかね。そんな派手すぎない感じの。これもどこのやつですか。これ純オプとかなんですか。これはリベラルっていうところから出てるウイングですね。続きにある。あ、そうですそうです。そうですよね。でかいですね。結構でかいですね。横から見ると相当ここの反り立ちがすごいというか純正っぽい。ちょっと長くなったよねみたいな。品質がいいなと思ってここら辺ってうねうねしがちじゃないですか。そうですね。綺麗ですね。さすがリベラルさん。一応まだ新品が出るんで。あ、いいですね。助かる。これ後ろって開けられるんですかこれ。どうなの。
まあ内装取ってるっていうのもありますけど、広いんですね、めちゃくちゃ。そうなんですよね。これは全然内装があれば寝れるぐらい広いですね。ホテルレガシーできます。ホテルレガシーできます。マジでできますね。できます。すげえ広、想像以上に広かった。外車とかだとこの辺の内装が結構分厚かったりして、結構狭く感じるんですけど、かなり広いですね。荷物も載せられるし、人も乗せられる。ほんとさっきおっしゃってたこの車の買う人のターゲットってなんだろうってお話しした時に、スポーツカー昔乗ってたけど結婚して子供ができてなかなかこういう車を許されなくなった人たちがしぶしぶ奥さんに説得をして買うような車っていう。そう奥さんを説得できる限界ギリギリの。荷物は乗る、人は乗る、まあ見た目もいいで、そんなにね金額も当時だとまあ多分300万ぐらいですかね。300万、そんなもんですね。まあ、今みたいにその400、500万はしてるない車なんで、本当になんかちょうどいい庶民派というか、まあそれでも高かったと思うんですけど当時は。じゃあちょっと中を見せてもらうと、そうでさっき教えてもらったこのねドアのスタビライザーがね結構いい仕事してるっていう。閉めた時の音から全然違いますもんね。違いますね。どこのやつなんですかこれは。いやなんかそれはよくわかんないんですよね。それはどこのやつとかっていうのも別にどんな車でも基本的にはつけられるそうですやつですもんね。この厚みがちょうどいいというか、近すぎず遠すぎず、ちゃんとツーリングのワゴンなのにダッシュボード類はかなりスポーティーな感じでね、すごくかっこよくて、この車は2リッターターボのマニュアルなんで、後期だと6速なんですもんね。そうですね。で前期だと5速っていう。5速ガラスって言われてて本当に壊しやすいんですよ。逆に5速の方が弱いんですか。弱いんですよ。へえ。ちょっと乗り込んでみていいですかこれ。どうぞ。やっぱこう乗るとなんか狭いというよりかは小さいですね車が。そうなんですよ。でここら辺はこれ何でしたっけ、ブリッツのなんか。それは、はい、OBD なんで。なるほど。ちょっとデータが来てるぐらいで。もうそれ以外はほぼまあラフィックスでちょっとこう下がるぐらい。あ、これラフィックスじゃないな。それはパチモンです。あ、これパチモンなんですかこれ。パチモンです。確かになんかちょっと気候が違うなと思ったら、本当だ。でこれ面白いなと思ったのはここもあるんですねこれ。それを押すと各種ライト類がつきます。全部ではないんですけど、まあ、一応これで今ポジションがついてます。あ、止まってる時用なんですね。テールも一応ついてる感じですか。ありがとうございます。雪道用とかなのかな。何なんですかね。なんかスバルにはちょいちょいあるらしいんですけど。ちょいちょいあるんですかこれ。であとはここら辺の6速が結構ゴリゴリ系ですね。だいぶショートなんでね、だいぶショートですね。これ純正ですか。いや GRB のクイックシフター。やっぱりそうですよね。こんなしっかりしてんだと思ったらやっぱり純正はちょっとかったるい感じですね。そうなんですよ。ちょっとしょうもないなみたいな。これぐらいショートだとやっぱり運転しやすそうですね。 GRB の純正シフターと、マルシェのクイックシフターの組み合わせです、ね。そうでシフトノブは純正なんであんまり目立たないというか。そうです。一見何もしてなさそうという。あとこれって SI ドライブって結構効いてるんですかこれ。いわゆるエコモードみたいなのがその I っていうのがインテリジェント。これはいはいはい。そこだとエコモード、 S だとちょっとマップが変わって、で S シャープだともう少し過激になるよという。やっぱ分かるぐらい結構変わるんですね。全然変わりますね。あとこのモデルはまだ、最近自動のパーキングブレーキばっかなんで久々にこういうの見るとやっぱこっちがいいなってなっちゃいますね。そうですね。何かあった時も安心ですよねここにあったらね、ガッてね。クラッチがねべらぼうに重い。結構な重さっすよこれ。結構重いですよね。それがエクセディのメタルのトリプル。結構シビアそうな感じですけど、でもなんかストローク感が結構スポーツカーみたいなぐらい少ないですね結構ストロークは。そうですね。じゃあちょっとエンジンかけてみていいですか。クラッチ踏んでもらって。明らかにマウント類が硬いんだろうなっていうなんかこの背中の振動を明らかに感じてます。ボディ自体は20万キロっていうね、さすがスバル。何もへたりは感じなさそうな。全然走れますね。全然走れます。アイドリングはやっぱりこの EJ らしい音もしてるし、何周か回った人の最終形態の音量してるありがとうございます。じゃあちょっと最後エンジンルーム見せてもらっていいですか。いや楽しみですね。なんか今後まだまだやることがいっぱいあってまた仕上がったら楽しみだ。そうですね。1年後ぐらいにはある程度様変わりしてるんじゃないかなと。もうその時にはタービンまで
タービンまでやってますね、はい、すごいなこれ。まずボンネットがこれ結構ダクトもしっかりしてるんですね、ここもね。そうなんですよね。あとこの EJ20 エンジンもちょっと下げてるんですね。そうなんですよ。マルシェから出てるロワードモーターなんたらキットみたいな10ミリぐらいは下がるんで、結構下がるんですね。でもそれぐらい下げてるって、ね、全然低重心化になるっていう感じなんですよね。だいたい馬力が今どれぐらいですかね。ちょっとコンピューターやってる感じなんですか。そうですね、で今で320、320、まあまあ出てるんですね。なんか NA の300馬力でぐらいだとちょっと首都高だったりしてるとね、もうちょっとあったらいいなと思うところもあるんですけど、ターボだと結構中間トルクが太いんで結構満足しそうですね、これぐらいでも。そうなんですよね。これだったらどれぐらいでお金かからず遊べるんですか。車体が100万ぐらいでまあちょっと綺麗そうなやつを買ってきたとして、エンジンルームの中だったりコンピューターだったりは触らなくても全然いいと思うんですよ。ターボであればそれなりに加速感は楽しめるので、だからやっぱシートとステアリングであったり、ブレーキだったりは自分の満足感に結構影響するんじゃないかなとは思うので。なるほどなるほど。車高調どこでしたっけこれ。ブリッツですね。バネとかはそんな変えてない感じなんですか。今変えてないですね、10キロ8キロ。バトルツーリング仕様のレガシーがこのライトチューンでどこの辺までいけるか楽しみですね。で車内の音もなかなか激しいみたいなんでぜひじゃあちょっとここの一周行きますか。わかりました、お願いします。地味にレガシー系初めてだな。すでに激しい普通のお父さんこれあれですね、お母さんを説得したとしてもだいぶこの辺でもういやあんたダメよって言われちゃうぐらいそうですね、激しい。クラッチも思ったよりは乗りやすいですね。そうなんですよ、快適車高なんで。快適車高いいっすね。そうなんですよ。レガシーからと思えない飛び石の音がするんだよな内装がないからゆえに意外に乗りやすい。てか結構ブレーキが効くんすねこれ。意外とね、意外と効いてくれます。これ何千まで回るんですか。7500ぐらいまで。そうですね、だいたい6500シフトぐらいが目安ですか、ね、目安ぐらいですか。だから中速トルクあるからやっぱ楽だな全然。上になればなるほど走ってて楽なんですよね。安定してくる。ああこれは確かに結構な車遊べるっすね。ああめっちゃコーナーも安定感ある。あ、なるほどね。こういう楽しさがあるんだレガシーは。そうなんですよ。あと後ろが長いから結構安心感もそうです、だいぶ安定してるんですよね。ね。タービンの音というかこの吸気音すごいですねこれ。あと乗り心地がめちゃくちゃいい。確かにこれは結構な車遊べるわ。全然純力の軽量化してる車とかだったら余裕で遊べちゃうな。あとなんだろう、この辺の車が遊べるんだろうこれぐらいの馬力だったら。ゴルフ系とか4号系になるとちょっと縦が置いてかれるかなって感じありますけど、純正だったらいけんじゃないかな。ゴルフとかは割と遊べると思います。遊べる。はい。面白い。これは確かに走りたくなる車だな。ちゃんと楽しいですよ。楽しいですね。何台も乗り継ぐ人の気持ちが結構わかるかもしれないこれ。あとやっぱボディ全然へたってないですね。そうなんですよ。これエンジン乗せ替えてるんですか。乗せ替えてますね。若い個体に。なんか EJ って結構強いイメージなんですけど、適当に乗り回しても大体25万キロ前後ぐらいまではそれなりに持つと思いますね。いいっすね。いやこれ面白いな。こういう車は速いとかっこいいもんなやっぱりワゴンでボディワイド化してるがゆえの安定感もあるし、全然普通に走っててもそんなすぐケツが出るような感じとかないですけどね。タイヤさえしっかりしてれば。そうですよ。昔 Z3 すげえ食ったなってイメージなんですけど、最近もうエコタイヤに貸してしまってるんで。いやー乗りやすい。頭の入りも結構全然もうそっかデフが入ってるからか。本当そうなんですよね。これどんなデフが入ってるんでしたっけ。これ機械式じゃないんですけど、GTB のシュアトラックですね、それとまあリアルも入ってる。
それなりに効くところはやり尽くしてるんで。チューンドバイ STI かなんかのやつのヘリカルも結構効いてるんですか？ないよりはないよりかはあった方が全然いいと思います。全然これで遊べんな。でまだ値上がりもそこまで激しくないっていう。そうなんですよ、お買い得です。お買い得ですね。これだと、まともな個体でも今100万あれば全然買えますね。100万あれば結構いい個体買える。結構いいやつ買えますね。なかなか今100万でこんな遊べる、まず EJ が積まれて100万円台の車がまず少ないですもんね。逆に昔のその初代のインプレッサとかの方が最近プレミアついて高いじゃないですか。そうですね。ああいう100万以下で探すんであればレガシーは割とおすすめです。ありっすね。100万以上200万以内って考えるなら GRB が出てきちゃうんで。ああ GRB がね、あそこになってきたら結構速くなりますもんね。また結構テイスト変わるんで、面白い。ただ最初これで遊んでガチャガチャするのは楽しいかもしれないですね。全然満足できると思いますね。やっぱ初代もう本当に1台目の車で300万とかの車を買っていじろうとしても、まず車の維持費だけでもかなりかかると思うんで、それだったらこういう車でチンパン走行して練習してる方がトータル的には上手くなりそうですよね。そうですね。でもこれも一応4駆なんですもんね。4駆です。でもあんま4駆感そんなないというか、確かにフロントグッと今踏むとフロントにも駆動かかってるなってハンドルには分かるんですけど、走っててなんかそんなアンダーっぽさやっぱありますか？この車だからあんまり感じないのかもしれないです。フロントの入りがかなりいいんで、デフが入ってるからかなり巻き込んでくれるのがいいっすよね。そうなんですよね。 GRB とかもありますけど、いじったら超速いっすもんね。あれ早いですね。この個体は打倒 GRB で。おおいいっすね。タービンとか買い出すといけそうっすね。こういうのエンジン自体のブロックとかは一緒なんですもんね。違うんですよ。あ、違うんだ。なんでタービンを変えても、はい、純正のエンジンだと出し切れないんですよ。へえ。ちゃんとでかいタービンを入れるときは GRB のブロックを使ったりそういうことになってくるんですよね。なんだかんだ違うんだ。EJ20 っていう型式は一緒だけど中身は全然違うんだ。そうなんですよ。なるほど。まあホンダと一緒ですね。K20 って言ってもステップワゴンの K20 とは違うよっていう。前後のバランスもこれぐらいの、バネレートだったらかなり首都高とかのギャップもいなしてくれそうですね。サーキット仕様ではなくこういう場外乱闘仕様の足回りのセッティングなんで確かにそうですね。場外乱闘最高じゃないですか。めっちゃ遊べるのもツーリングがゆえのなんか動きが安定してる。なんかすごいこれ面白いですね。面白いです。やばいな。こういうワゴンで速いの追いかけられたらちょっとどいた方がいいかもしれない意外に速くてびっくりしました。ワゴンで抜かれる側の気持ちを考えるとニヤニヤしちゃいますよね。GRB で抜かれてもまあ速いもんねってなるんですけど、いやレガシーワゴンに抜かれたらクソーってなるもんな。あとエンジンのレスポンスも結構良くて、もっとブワーンって感じかと思ったらそうですね。あとギア比が細かくていいです。結構ローギアなんで乗りやすい。あとタービンも新品なんですよこれ。あ、そうなんですね。ちゃんと元気に回ってくれるんで、それ大事っすね。これぐらい距離乗った車というか6万キロでもまあ跳ね型出てると結構馬力変わりますから。ある程度の速度出してても破綻する予感みたいなものはあんまり感じられないので。ですよね。サーキットとか山行くとやっぱりタイヤとかのワゴンの後ろの長さの特有のねだるさがあったりすると思うんですけど、上になれば結構パワー出てくるなこれ。加速が止まらないこれ楽しいっすねやばいです。全然インプレッサじゃなくてもこれなんかちょっと満足できちゃうんだけど、そう言ってもらえると妥当っていう気持ちがすっげえ分かるし、そう言ってるといるという。 GRB とかでエンジンも乗せ替えられたりするんですか？ミッションが違うのかな。ナルトはちょっとどうなんですかね。まあ、やろうと思えば多分できるんじゃないですかね。まあ、ただなかなか最近 EJ のエンジン単体は高そうっすね。意外とヤフオク見てる感じだとそんなにですね。これがサーキットで速く走ってるところちょっと見てみたいですね。絶対面白いと思う。異様な光景というかとりあえず足回りが完成してみたら一回行きたいなと。行きたいですね。それこそ本当に全然筑波とか富士とかでもすごい
違いますね。ですよね。いいな、これぐらい馬力欲しいよな。重さ的には多分1400ぐらいですかね、今これだと。そうですね、1400500ぐらいですね。スバルの車って忠実にスポーツを極めてる感じがあって、開発の費用内の限界をちゃんとチャレンジしてる感じがあっていいですね。ここまではちゃんと金かけてるんで、スバルも個人的な印象的にはエクシーガとかネボーガあたりになってちょっとずつファミリー向けになってきたなっていうか、そうなんですよね。この辺までは結構本当車好きが乗っても楽しいなっていう印象はあるんですけどね。なかなかそういったわけにもいかないんでしょうね。まあ時代の流れですよね。かなりすごい全然このギアノイズは完全にあれか、エンジンマウントから来てるのかな。クラッチかな。クラッチ、このショートシフターもありそうだね。そうですね。いやー、ありがとうございます。いや、なんかこういう激しいワゴン初めて乗ったんですけど、こういう車なんか将来欲しくなりそうですね。いや、結局人を乗って楽しい車ってなると、もうファミリータイプの車かこういうねツーリングになると思うんですけど、